エモエモ。こんにちは、えもこです。今回は XP ペンの 4K 大画面液晶ペンタブレットアーティストプロ19をレビューします。4K の大画面液タブは画面がすごく綺麗で細かいところが描きやすかったり、自分の手で絵が隠れにくくて普通の液タブよりもお絵描きしやすいのですが、その分価格が高かったり、安いものは画面が綺麗じゃなかったり、大きくて置き場所に困ったり、いろいろデメリットもあって、本当は大画面の液タブが使いたいけど使うのを諦めている人もいると思いますが、この液タブはそんな大画面液タブの気になるところを解決した 4K19 インチの液タブで、大画面だけど机の上に置けるくらいコンパクトだし、 4K で画面もすごく綺麗な液タブになります。価格も 4K の大画面液タブの中だと多分一番安くて、新型の筆圧感知16000に対応したホイール付きのペンや便利な片手デバイスも最初から付いていて、かなりコスパの高そうな液タブなので、今回は実際にお絵描きしてみて書き心地を詳しくレビューしてみたいと思います。この液タブは Apple やエルメスのイラストなどを手掛ける世界的なイラストレーターさんと共同開発した XP ペンの19周年記念モデルで、かなり力が入ってそうなので使うのが楽しみです。それでは早速開封していきましょう。付属品は説明書、保証書、お絵描き用の手袋、クリーニングクロス、ケーブルと AC アダプター、片手デバイス、ペンケースに太さ違いのペンが2本と予備の返芯もたくさん入っていました。本体はグレーのアルミ製で高級感のあるシンプルなデザインです。厚みが 21.5mm、重さが 2.23kg で、大きさの割に薄くて軽いです。液タブをつなぐノート PC よりも軽いので、設置や持ち運びも楽にできそうです。上側には電源ボタン、画面の明るさを変えるボタン、ケーブルを挿す穴が2つあって、裏側には発熱防止の空気穴と折りたたみ式のスタンドがついています。スタンドの角度は変えられないけど、ペサ規格のネジがついているので、角度を調整したい人は別売りのモニターアームやスタンドを取り付けると良さそうです。画面が非光沢でサラサラしているので、フィルムなしでも映り込みが少なく、手前が緩やかにカーブしていて、手首も痛くなりにくいです。それでは実際に使ってみたいと思います。この液タブはパソコンにつながないと使えないので、最初に付属のケーブルでパソコンとつなぎます。ケーブルは布製の丈夫なものがついていて、 USB-C のケーブル1本で簡単につなげます。 HDMI のケーブルもちゃんとついているので、 USB-C がないパソコンにもつなげます。画面の大きな液タブは消費電力も大きいので、別のケーブルをコンセントにつながないと使えないものもありますが、この液タブはパソコンからの給電で動くので、机の上がすっきりしていい感じです。電力不足で動かない時はちゃんとコンセントからも給電できます。この液タブは一部の Android スマホでも使えるので、スマホにつなぎたい人は公式サイトの対応機種をチェックしてみてください。液タブをパソコンにつないだら、公式サイトから設定アプリをインストールします。他の液タブから乗り換える人は先に古いアプリを消さないとちゃんと動かないことがあるので気をつけてください。設定アプリではペンの感度や片手デバイスの設定を自分好みに変えられます。パソコンの設定によっては画面の表示が見にくいことがあるので、ディスプレイ設定で表示画面を拡張するを選んで、拡大縮小を 200% 前後にすると見やすくなります。画面は解像度が 4K なのでドット感が全然なくてすごく綺麗です。画面が眩しすぎなくてブルーライトも低減されているので、長時間お絵描きしても目が疲れにくそうです。暗めの絵を表示した時のバックライト漏れも気にならないです。画面の発色もとても綺麗だと思います。色深度が10ビット相当で、色域も広く、工場で正確な色に調整して認証も取得しているらしいので、正確な色で作業したい人も安心して使えそうです。カラープロファイルは設定アプリで作るものに合わせて sRGB、Adobe RGB、P3 を簡単に切り替えられます。アンチグレアの画面は映り込みが少なくて見やすいけど、見る角度によっては少し白っぽい印象になるので、それが苦手な人は光沢フィルムを貼ると良さそうです。画面の大きさは 18.4 インチで A4 用紙や iPad Pro よりも一回り大きいので、作業スペースが広くて快適にお絵描きできそうです。大きさは16インチの液タブを横長にしてベゼルを細くした感じで、奥行きはそんなに大きくないので、大画面だけど机の上にも置きやすい絶妙なサイズ感だと思います。ベゼルが細いのでコンパクトだけど作業エリアは広く感じます。今までは16インチの次が22インチで、その中間のサイズが
がなかったので、16インチだと物足りないけど22インチは大きすぎるという人にちょうど良さそうです。スタイラスペンは太いペンとスリムペンがついていて、好みで使い分けられるようになっています。どちらも発売されたばかりの新型で、単品だと8000円くらいするので、それが2本ともついているのは嬉しいです。新型のペンには新しくローラーが追加されて、Apple Pencil Pro みたいにペンだけでお絵かきアプリの操作が簡単にできるようになっています。スリムペンの方にはローラーはついていないですが、その代わりにボタンを取り外して押せなくできたり、ペンの頭に返芯を収納できる機能がついています。ペンは充電不要でバッテリーが入っていないので軽くて持ちやすいです。ペンを収納できるケースもついていて、ペンスタンドみたいに立てることもできます。蓋は簡単に開け閉めできるけど、磁石で勝手に開かない作りなので、持ち運ぶ時も安心で使いやすいケースだと思います。この液タブはペンごとに設定を変えられるので、例えばスリムペンは線画用の設定にして、普通のペンは塗り用の設定にするみたいに2本のペンを使い分けられます。それでは実際に書いてみたいと思います。お絵かきアプリは別売りなので自分でパソコンに入れないといけませんが、お絵かきアプリを無料でもらえる特典もついているので、気になる人は公式サイトをチェックしてみてください。今回は別売りのクリップスタジオを使います。試しに色々と書いてみましたが、書き心地は液タブの中ではかなり書きやすい方だと思います。本荷重が軽くて、ペンを軽く置いただけでも反応してくれるので、筆圧をシュッと抜くような入り抜きも綺麗に出せるし、結構強めの筆圧もちゃんと認識してくれるので、濃淡のグラデーションや線の太さのコントロールがしやすいです。線が遅れて描かれるような遅延や、線をゆっくり引いた時に線がなみなみする感じもほんの少しあるかなというくらいで、特に気にならなかったです。ペン先の沈み込みやカーソルのズレもほとんどなくて、画面端のボタンも操作しやすいです。画面がフルラミネーションで奥にへこんでいないので、視差が少なくてちゃんとペン先から線が引かれているように見えて書きやすいです。カーソルのズレ具合は画面を見る角度でも変わるので、気になる人は設定アプリで調整すると良さそうです。書き心地はさらっとしていて抵抗感はあまりないので、紙のようなしっかりした書き心地が好きな人は別売りのペーパーライクフィルムを貼ったり、摩擦の大きなフェルト芯を使うと良さそうです。太いペンとスリムペンの違いですが、太い方は上の方までグリップがついているので、グーで握るような持ち方でも手が痛くなりにくいです。スリムペンの方はゴムっぽく見えるけど硬めのプラスチックなので、鉛筆を正しい持ち方で使うのに慣れている人はスリムペンの方が使いやすそうです。ペンの傾きは60度まで認識してくれますが、太いペンの方は傾けすぎるとペン先の付け根が画面に当たるので、手の位置を変えずに遠くの方を書く癖のある人や、ペンを大きく傾けたい人もスリムペンの方が書きやすそうです。XP ペンのアーティストプロは Gen 2になってからペンの書き心地がかなり良くなっていると思います。この液タブは家電量販店でもお試しできるので、気になる人はお店で使ってみてください。ここからはイラストメイキングをご覧いただきながら、この製品のいいところ、気になるところを話してみます。いいところ1つ目は画面が綺麗で見やすいところです。解像度が 4K で普通のフル HD の液タブの4倍表示が細かいので、絵の細かいところまで潰れずに綺麗に表示されてお絵かきしやすかったです。この液タブはペサ規格のモニターアームにも付けられるので、お絵かきしないときは画面の綺麗なサブモニターにしても良さそうです。いいところ2つ目は新型のペンが便利なところです。ローラーを回すだけでキャンバスの拡大縮小や回転、ブラシサイズなどを簡単に変えられるので、今までのペンよりも快適にお絵描きできました。ローラーの機能は設定アプリで変えられるので、私はブラシサイズを変えられるようにしてみましたが、キーボードや片手デバイスを操作せずにペンだけで簡単に変えられるので、作業スピードが上がった気がします。付属の片手デバイスもダイヤル付きで使いやすいのですが、ペンにローラーが追加されたおかげで使えるダイヤルが1つ増えたので、より快適にお絵描きできるようになったと思います。この液タブはタッチ操作には対応していないので、 iPad みたいに指でキャンバスを回転したり拡大縮小したりできませんが、このあたりは片手デバイスやペンのホイールでもできるので、タッチ操作がないのはそこまで気になりませんでした。いいところ3つ目は大きさがちょうどいいところです。大画面の液タブは大きくて移動が大変なので、一度設置したらそのまま動かさないことが多いと思いますが、この液タブはパソコンのモニターの
の前に置けるくらいコンパクトで、ケーブルを1本つなぐだけで簡単に使えるので、液タブの設置や片付けがやりやすいのが良かったです。私はイラスト以外に動画編集や 3D のモデリングなどもやるので、液タブを使わない時に机の隅にさっとしまえるのはとても助かります。なのでこの液タブに向いていそうな人は、なるべく大きい液タブを使いたいけど机に置きっぱなしにできない人にちょうど良さそうな液タブだと思います。19インチは 4K をそのまま表示すると UI が小さすぎるので、 UI を拡大せずにドットバイドットで使いたい人や、イラスト作業がメインで液タブを机の上に置きっぱなしにできる人は、もっと大きな液タブでも良さそうです。逆に解像度や画面がもっと小さくてもいい人は、先日レビューした16インチモデルやアーティスト22プラスが安くておすすめです。この液タブの気になるところですが、イラストを1枚描いた限りでは特にありませんでした。色深度が疑似10ビットだったり、ほんの少しジッターがあるところが気になる人もいるかもしれませんが、メインで使っている10ビットのモニターと比べても十分綺麗だし、ペンの書き心地もいいので、多分ほとんどの人は気にならないと思います。これ以上を求めると価格が高くなりすぎて、一部のプロの人しか買えなくなってしまうと思うので、個人的には安く買える方がありがたいです。画面の発熱はファンレスで、上の方が少し熱くなりますが、手があまり当たらないところなので気にならなかったです。4K の液タブの注意点は、性能の低いパソコンにつなぐと線が遅れて書かれたり処理落ちしてしまうところです。4K の液タブは普通のフル HD の液タブの4倍表示が細かくて、その分パソコンが頑張らないといけないので、ちゃんと使えるか心配な人は XP ペンに問い合わせてみてください。この液タブを使った感想ですが、大画面なのにコンパクトで、ローラー付きペンの書き心地も良く、使いやすい液タブだと思います。スリムペンや左手デバイスも最初から付いているし、保証期間も長めで、ユーザー目線で作られたコスパの高い液タブだと思います。これだけ高性能な 4K の大画面液タブは今まで何十万円もするのが当たり前で、一部のプロの人しか手が出せなかったので、10万円台前半で買えるのはありがたすぎるし、こういう液タブがもっと増えてくれると嬉しいです。安くて高性能な大画面の液タブを探している人は、よかったら参考にしてみてください。今回紹介した製品のリンクは動画の概要欄に書いておきます。このチャンネルではおすすめのガジェットやお絵描き関連の動画を投稿しています。この動画が参考になったよという人は、チャンネル登録や高評価、コメントなどしてもらえると動画を作る励みになるので、よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。